あくまでこの企画はもう家庭で、そうですそうですなるべく簡単に本格的に作れるっていうテーマなんで、どうしようかね。なかったら全然いいです。じゃあないバージョンでちょっと今日は行きましょうか。逆にラー油です。ラー油ね。まあ物は今うちの自家製のものなんですけど、ラー油はもうお好みのもので全然いいです。で、辛いものが好きな人は好みの辛いラー油を加えてもらったらいいですし、なんかうまい食べるラー油系が好きやったらもうそっちを加えてもらっても全然 OK です。で、これは胡椒、全部は入れないですが、粗挽き胡椒、ニンニクをみじん切りしたもの。これがウェイパーですね。ウェイパーね。はい。これはもうどこ万能です。で、醤油、濃い口です。で、これが紹興酒っていう。紹興酒ね。紹興酒はもう必要ですけど、紹興酒はこれもなかったらなくていいです。なるほどね。うちはちょっと香りで入れてるんですけど、紹興酒も多分一般家庭にそこまでないから、これは外しましょう。じゃあこれを通るね。絹ごしです。まあお好みで木綿豆腐でも全然いいです。これが白ネギ。これ白ネギ。水。でこれも豆板醤。で甜麺醤。で牛ミンチです。合いびきじゃなくて牛 100%。使用して。これは水溶き片栗粉です。濃い。これそれがビージェン豆板醤。これビージェン豆板醤です。熟成系の。熟成系です。ちょっと僕の今回のテーマは、フライパン1枚で、簡単にあとはこう炒めて加えていくだけみたいな感じをテーマに。助かる。なるべくワンパンでやりたい。っていう風なものをイメージしますので、それで今日は作っていきます。サラダ油を少量引きます。キャノーラでも OK。キャノーラでも OK です。大さじ1杯ぐらい。油多い方がいいとかそういうわけでもないんだ。油はどちらかというとお肉から出てくるので、そっか。この引く油は少量でいいです。なるほど。で、1人だと大体100ちょい。そうですね。150ぐらい。そんなもんで大丈夫です。入れていきます。火加減も中火ぐらい。全体的に火を通していきます。で、ポイントは最初からあまりこう混ぜない。混ぜちゃうと変にそのお肉から粘り気が出て、お肉がこう大きい塊になっちゃったりするんですよ。だから最初は無駄に触らないっていうのを意識してます。軽くこう炒め合わせるぐらいはいいんですけど、である程度こう周りが茶色くというか色が変わってきたらこうがっつりこう炒める。中国料理らしく。中国料理は周りに飛ばしてなんぼの料理なので、思い切ってこう豪快に炒めちゃってください。中国料理人が言うのは間違いないね。いや、フランス料理人です。ちょっと最初の油見えてないかな。ちょっとこう濁ってるの分かりますか？濁ってますね。これはまだ火が通ってないよ。これアクなんですよ。アク。これが徐々に油が透明になってくるんですよ。なるほど。蒸発してくる。蒸発してきます。アクも飛んで、油がきれいになったら、火が通ったよっていう合図。透明になるんですか？じゃあなります。火通ったいるんで、もうじき来るんじゃないですかね。だんだん透明になってきた。そうです。もう今もいい感じです。で、こっから火の通し具合はお好みでいいです。今回はもう簡単になるべく時間かけずにする方法で。じゃあ甜麺醤入れます。味噌のね、甘み系です。甘味噌です。これ 40g 入れてます。40で、これをこの時火は弱くしていただいていいです。そのお肉と甜麺醤をこう絡めるぐらい、絡めながら多少こう炒め合わせるイメージ。ここで甘辛い肉味噌を作るイメージ。こんな感じで全体的に絡まって、茶色くなれば OK です。一旦これはニンニク。ラー油小さじ1杯ぐらい。で、甜麺醤も入れます。それ豆板醤。豆板醤の量も豆板醤の量60。甜麺醤と豆板醤合わせて 100g っていうイメージ。OK です。そのお肉 400g のタイプで、醤油。軽
軽くここで炒めて、ラー油とあとニンニクと、この辛いスパイスな、スパイスのものをこう香りを出していくイメージで。もううまそう。美味しいっすよ。これは簡単だね。簡単です。である程度香りがこう立ってきたら、紹興酒ゆでないバージョンじゃないです今日。はい、ゆでないバージョンじゃないです今日。寝てますか？寝てます。いつもの癖で。じゃあある程度こう香りが立ってきたら水。これ水どのくらい？全体がひたひたになるくらい、浸かるぐらい。浸かるぐらい。なるほど、蒸発させるからね。そうです。なるほど。でそこにウェイパー。はい、ウェイパーもあんまり入れすぎちゃうと味が濃くなっちゃうので、なるほど。ほんまにこのスプーンの先分ぐらいで全然いいです。はい。いい感じ、いい感じ。煮詰めていきます。豆腐もお店だったら別で茹でて入れるんですけど、これはもう家庭用なので。でこれは白ネギ。今日は思い切って、ネギのその白い部分1本分全部切ってます。これは入れれば入れるほど美味しいまであります。入れた方が美味しいんだ。美味しいです。やっぱネギの旨味がすごいこう出てくるので、肉だけだとちょっとこう限界があります。粗挽き胡椒、これは一つまみ。胡椒一つまみ。はい、いいです。あとはこれを軽く煮詰めるって言ってるんです。だいぶ水分も減ってきて、もう簡単だね。本当に簡単です。かなりこう表面がこう出てきたら、ここで水溶き片栗粉。片栗粉ちょっとだけ入れます。これ分量って分量は特にもう少量でいいです。でもオイリーに仕上げるにしても、ちょっとやっぱ入れないとまとまりがないので、水分がダラッと流れちゃうっていうので。つなぎだ。つなぎです。すごいうまそう。オイリーな仕上がり。これは結構混ぜちゃっていいんだ。その豆腐も崩しちゃってある程度は。これはもう僕は好みか。はい、もう崩す勢いで混ぜちゃう。それなりに美味しい。それなんで今火をつけたんですか？やっぱり中国料理って熱々し。なるほどね。ちょっとしたこだわりです。やっぱもうお皿に盛るときはもう熱々で、盛った時にもう湯気が出るぐらい。分かってるな、さすが。やっぱ思い切ってね。最後あればでいいんですけど、このホアジャオ、山椒でもいいです。ホアジャオ炒めて、あと黒胡椒。後でここからネギをしていただいてもいいです。なるほど。ラー油って結構足しちゃっていいんだ。いい湯気ですね。いい。もう何回も作ってくると多分好みの味って出てくる。そこで甜麺醤の量を増やしたりとか、豆板醤の量を増やしてみるとか、そういうアレンジはめちゃくちゃできます。足し算です。結局足し算料理だ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。サラダ油どのくらい？ 500グラム、500ミリリットルどっちも大丈夫です。
でまあ大体青ネギの青いところを、まあ、あるだけ1本でも、まあ、マックス2本かな皮付きの生姜スライスです。一応まあ 40g 40、はい。でこれが、中国、山椒のホアジャオ、はい、でニンニクで、半割りにして 20g、はい、で鷹の爪、はい、これ1本でも輪っかでも大丈夫です、はい、10g で見えづらいですけど水が 30cc、はい、で一味、これ今日中国産の一味、はい、100g、100ね、はい、OK です。はい、これがあれば家庭でもできると作れます。まず温めます、はい、強火で。でもうそこに長ネギ、もう最初から入れちゃうんだ。入れちゃいます、はい、長ネギ、生姜、はい、ニンニク、鷹の爪、はい、入れちゃいます。はい、でホアジャオはパウダーの場合は最後に入れます、粒の場合は今入れちゃってください。はい、はい、ちょっと野菜の水分が、出てきてパチパチパチってこう沸いてくるので、はい、そうなったらごくごく弱火にします。はい、はい、これどのくらい日持ちするものなんですか？じゃあでもねやっぱ1週間2週間とか経つとちょっと辛みもね弱くなってくるんで、その時はもう一味足したり鷹の爪足してったりしてもいいです。なるほど。で今ちょうど沸きました。はい、こうなると火はできるだけ弱くしてください。香りっていうのはこう弱い温度からじっくりこう温度を上げていかないと香りが移らないので、ここで温度が高すぎると、早く食材が焦げてしまって、焦げの香りが移っちゃうので、はい、ごくごく弱火で、はい、全ての食材から水分が出てます。そういうことですね。はい。でどこまで火を通すかっていう目安は、例えばこの長ネギのこの先の部分とかって早く火が入ってくるので、はい、そういうところとかが色ついてきたり、パリッてしてきたら火を止めて大丈夫です。はい、これどんどん色がちょっと茶色くなってきた、濃くなってきたら分かります？これは何でしょう、食材、鷹の爪とかそういう食材の色素がこう出てきてて、はい、香りも移ってきますよっていう合図です。まだまだこことか、ネギのこの水分が出てるの分かりますか？はい、これはまだまだ香りが出る余地があるので、はい、もうちょっと粘って、はい、弱火、もうごくごく弱火です。もう一番弱いです。じっくり香りを抽出していく感じだね。そうです。ここは多少時間かかっちゃってもいいです。はい、はい、もうポイントは美味しいラー油を作りたければ、弱火で時間をかけて香りを出す。焦んじゃないと。焦るなということです。はい、定期的にこう鍋を揺すってあげるっていうのはポイントだと思います。例えばこの上に油に使ってないところとか、なるほどね、ムラが出ちゃったりとか、油ってこう周りからこう火ってこう周りから入ってくるので、温度差がこう生じてしまうんですよ。はい、それを均等にするために揺するっていう。なるほど。これポイントです。弱火で揺すりながら結構面倒見てあげないと。なるほど。気泡が最初大きかったんですけど、今音がこうだんだん静かになっていって、ボコボコボコからこうパチパチパチになってきて、気泡がちっちゃくなってくるんですよ。これはもう水分がもうそろそろなくなりますよっていう合図なんですよ。もうちょっとです。天ぷらと一緒だ。天ぷらと全く一緒です。そろそろ鷹の爪ももうじき焦げそうになってくるので、ここで一旦僕は火を止めます。はい、止めました。あとはちょっと余熱で。やっぱ大体130前後、120、それぐらいあるので、だから結構こうもう要注意で、やけどはもう注意してください。いやでもなんかうまそうな香りしてるもん、すでに。美味しいです。この色とかね、もう最初の色とは全然違います。もうこの色になったらもういいかなって感じ。もう OK です。はい、これ以上いくと鷹の爪が焦げてしまうので、はい、取り出します。こんな感じで目安はパリッとならなくても多少もパリッとなってるんですよ。なるほどね。はい、網がある方は網で、ない方はこうトングで丁寧に鷹の爪以外を取り出してあげてください。鷹の爪を残しておく。はい、この輪切りの鷹の爪
でやった方はもう別にそのままでもいいです。はい。ボウルで半分にして、種だけ取って入れた人はもうそれ取り出せるのは取り出してあげてください。はい。とこれを少しだけ温度を上げます。はい。なんでかというと次この一味に少しずつ入れていくんですけど、これも温度がちょっとこう高くないと香りがこう移らないんですよ。ネギから香りを抽出できない。はい。強火にしてください。はい。一気に IH やったら7とか7もう67とかも強火の方。はい、強火の方ですね。でここで10秒12345678910はい止めてください。はい、このままでいきましょう。今日分かりやすく作りやすく、はい、そうしましょう。でこっちまずホアジャオパウダーの人は、はい、ここにもう一味を混ぜちゃってください。はい、一味にホアジャオを混ぜます。でスプーンでも何でもいいです。ちょっと混ぜ合わせてください。はい、で用意してた 30cc 水を入れます。水を入れる意味は、はい、これはなぜ水を入れたかっていうとちょっとこの水分がないと一味がやっぱ焦げちゃうんですよ。ちょっとこう水分があることによって水分を飛ばしつつ一味を焦げないように香りを抽出することができるんですよ。でもう黒いけどちょっとこれはもうセーフにしましょう。はい、少しずつ入れていきます。じゅわーっと沸いてきます。はい、これをちょっとずつ入れます。はい、この沸いてる時に香りが出てて色素も出てるっていうのを意識してください。はい、なのでここで油を流した時にジュワって沸かないと温度が低いっていうことです。なんでその時はもう本当に何でしょう、一旦作業を止めて油をまた温めると。はい、これも全然 OK です。でも10秒ぐらい10秒ぐらいジュワーっていうのが大事なの。はい、ジュワって。わあ、ジュワーと言ってるわ。である程度こう油を流して馴染んでくるとまた一気に入れていいです。わあ、ちょっとずつ一気に入れないっていうのは、はい、理由は焦げ防止と、ムラなく香りをこう出すっていう。そういうことです。はい。でこうも熱いのであんまり触らないようにしてください。はい、混ぜます。はい。でちなみにこれ僕のちょっとしたこだわりなんですけど、ここに最後取り出したニンニクだけ僕戻します。おら、なんか漬け込んどくと香り出るイメージ。なるほどね。はい、僕はニンニクだけ戻します。でこれで、あとは香りを出るのを待つだけです。作業はこれで終わりです。どのぐらいで大体やっぱ今暑いんで、粗熱が取れてきたらもう全然もう使ってもらって OK です。はい、はい、なんならもうここから、一晩寝かしてあげるともう完璧です。なるほど。はい。おお、素晴らしい。